厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はクラシック初心者にもおすすめしたい定番のピアノソナタを20曲ご紹介します。ピアノソナタとはざっくり言うと、印象の異なる複数の楽章で構成された比較的大規模なピアノ曲のことです。特に古典派三大巨匠ハイド、モーツァルト、ベートーベンの時代に多数のピアノソナタが作曲されました。今日は著作権の切れている作品の中で特に代表的なピアノソナタ20曲をおおむね作曲年代順にご紹介していきます。ここからチャンネル登録をして早速いきましょう。まず1曲目はこちらです。オーストリア出身の作曲家モーツァルトのピアノソナタ第11番トルコ行進曲付きです。厳密に言うとこのピアノソナタは古典派ピアノソナタの構成とは異なるそうなのですが、今流れている第3楽章このトルコ行進曲があることでモーツァルトの最も有名なピアノソナタとして愛されています。このソナタは1783年にモーツァルトがオーストリアで書いたと言われています。この年のちょうど100年前1683年にオーストリアは歴史的な事件に見舞われていました。オスマントルコ軍による第二次ウィーン包囲です。オスマントルコ軍は15万とも言われる大軍を率いてウィーンを包囲しました。オスマントルコ軍の5分の1の戦力もなかったウィーンは圧倒的な劣勢でした。しかしウィーン陥落目前のところに救援があったこともあって見事オスマントルコ軍を撃退したのです。このウィーンがトルコによる大きな危機を脱してからちょうど100周年という年に作曲されたのがこのトルコ行進曲付きのピアノソナタなんです。続いて2曲目はこちらです。こちらもモーツァルトの作品でピアノソナタ第15番です。このピアノソナタは1788年6月26日に作曲されました。なんとこの日はモーツァルトの三大交響曲の一つである交響曲第39番が完成した日でもあるんです。このピアノソナタはモーツァルトが自作品目録の中で初心者のための小ピアノソナタと書いている作品です。その言葉通り曲調や構成がシンプルで分かりやすいものになっています。現在ではソナチネアルバムに収録されていることもあって多くのピアノ学習者が初期の段階で演奏する曲としても有名です。3曲目も同じモーツァルトの作品です。モーツァルトのピアノソナタ第17番です。先ほどの2曲は一般にも耳なじみのある定番曲でしたが、こちらはさらに内容が充実した傑作として人気の高い定番の名曲です。この曲は1789年に作曲されました。この年モーツァルトは借金生活を打開しようとヨーロッパ各地に演奏旅行に行きました。回った都市の中の一つベルリンでモーツァルトはある作曲の依頼を受けます。内容は皇帝フリードリヒ・ヴィルヘルム2世のために6曲の弦楽四重奏曲を、そして皇女フリーデーリケのために6曲の優しいピアノソナタを作曲してほしいというものでした。
このピアノソナタ第17番はベルリンを経った翌月に作曲しているため、長らく公助のために書かれたピアノソナタなのではないかと言われてきましたが、実際この曲は全く優しいピアノソナタではなく、むしろ技巧的にとても難しいため、現在ではその説は否定されているようです。続いて4曲目はこちらです。オーストリア出身の作曲家ハイドンのピアノソナタ第49番です。ハイドンはモーツァルトの24歳年上でしたが、同時代を生きた2人はお互いを尊敬し合う親友のような間柄でした。年下のモーツァルトは35歳の若さで先に亡くなってしまいましたが、ハイドンはその2倍以上の77歳まで生き、数々の作品を通じ古典派時代の音楽の形式を確立していきました。このピアノソナタも派手さはありませんが、内容が濃く密度の高い名作として多くのピアニストのレパートリーになっています。続いて5曲目はこちらです。ドイツ出身の作曲家ベートーベンのピアノソナタ第8番悲愴です。ベートーベンは生涯32曲の番号付きのピアノソナタを作曲しました。この32曲のピアノソナタは音楽の新約聖書と呼ばれるほど後世の音楽家たちに大きな影響を与えています。この動画でもここからベートーベンのピアノソナタをたくさんご紹介していきますが、まずご紹介したいのが初期の傑作として知られるこの第8番悲愴です。この曲は1797年から98年に作曲されました。今お聴きいただいている第2楽章は歌詞をつけて歌われることもあり、ピアノ曲というジャンルを超えて多くの人に愛される曲になっています。この第8番悲愴はベートーベンの三大ピアノソナタの1曲です。続いてベートーベンの三大ピアノソナタの2曲目もご紹介しましょう。ベートーベンのピアノソナタ第14番月光です。1801年に作曲されました。この曲が月光と呼ばれているのは、後に詩人のレルシュタープがこの一楽章を聴いて、スイスのルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のようと表現したことが由来です。ベートーベンはこの曲を弟子の一人ジュリエッタに献呈しました。実はベートーベン、このジュリエッタに恋をしていたのです。一人の愛らしい夢のように魅力的な少女が私の人生に変化をもたらしてくれましたと手紙に綴るほどでした。詳しくはこちらの動画エリーゼのためには誰のため、ベートーベンが愛した女性たちを紹介をご覧ください。さてベートーベンの三大ピアノソナタ3曲目はこちらです。
ベートーベンのピアノソナタ第23番熱情です。1804年から5年の作曲とみられています。ある日ベートーベンはウィーンに帰る途中、雨に降られてしまいました。ちょうどその時に持っていたのがこの曲の下書きの楽譜でした。ずぶ濡れになり汚れてしまった楽譜をベートーベンはあるピアニストに見せます。その人物はハイドンやサリエリが絶賛したピアニストで、後にメンデルスゾーンのピアノ教師にもなったマリー・ビゴーという人物でした。マリー・ビゴーの完璧な演奏にベートーベンは驚き、こう話したとも言われています。私がこの曲で表現したかったことはそうではないのですが、続けてください。完全に私の思った通りでない方がより良くなりそうですから。このピアノソナタ第23番が出版された後、このベートーベンの自筆の楽譜はマリー・ビゴーに送られたそうです。さて、ベートーベンのピアノソナタは新約聖書と言われる通り、他にもたくさんの名曲があります。続いては1802年に作曲されたこちらの名作です。ベートーベンのピアノソナタ第17番テンペストです。この曲がテンペストと呼ばれているのはベートーベンの弟子シンドラーのエピソードからです。ある日弟子のシンドラーはこのテンペストと先ほどの熱情の2曲について理解するためのヒントを与えてほしいとベートーベンに言います。するとベートーベンはこう答えたそうです。シェイクスピアのテンペストを読みなさい。テンペストというのは嵐という意味です。劇的なこの曲をよく表しているということもあり、今でもこのテンペストという愛称で親しまれています。続いては1803年から4年にかけて作曲されたこちらのピアノソナタです。ベートーベンのピアノソナタ第21番ワルトシュタインです。この曲の愛称ワルトシュタインは検定したワルトシュタイン伯爵にちなんでいます。ワルトシュタイン伯爵はベートーベンがまだ若かった頃、生まれ故郷のボンにいた時からいち早くその才能を見出しパトロンになった人物でした。ベートーベンをハイドンに引き合わせウィーンで学ぶよう取り計らってくれた人です。ウィーンに旅立つベートーベンにワルトシュタイン伯爵が残した言葉をご紹介しましょう。親愛なるベートーベン、長きにわたって叶わなかった望みを実現するために君はウィーンへ旅立とうとしています。モーツァルトの守護神は未だに彼の死を悼み涙しているのです。尽きることのない才能を持つハイドンのもとに守護神は避難所を見出しました。守護神はハイドンを通してさらに別の人間との出会いを望んでいます。たゆまぬ鍛錬によって受け取りなさい。モーツァルトの精神をハイドンの手から。さて続いてはこちらです。ベートーベンのピアノソナタ第29番ハンマークラビーヤです。1817年から18年に作曲されたソナタです。この曲は外形的にも内容的にもとてつもなく大きな作品で、ピアノ曲のエベレストと言われることもあります。
愛称になっているハンマークラビアというのはドイツ語でピアノを指す言葉です。ベートーベンがこの曲を出版した際、表紙にフーダスハンマークラビアと記したことからハンマークラビアという愛称がつきました。この当時のピアノの呼び名は国や地域によって異なりますが、ドイツ語ではピアノの種類によって呼び名が分かれています。ハンマークラビアといえばスクエア型のピアノのこと、ハンマーフリューゲルといえばグランドピアノのような曲線的な形をしたピアノのことを指すそうです。続いてはこちらです。ベートーベンのピアノソナタ第30番です。1820年に作曲されました。先ほどの第29番ハンマークラビーヤという巨大なソナタを作曲したベートーベンは、ここから3曲のピアノソナタを同時進行で作曲します。そしてその3曲がベートーベン最後のピアノソナタとなり、ベートーベンの後期三大ピアノソナタと呼ばれるようになるのです。正直この3曲は全て紹介したい傑作なのですが、今回は曲数の都合上30番を取り上げました。この後期三大ピアノソナタはいずれも新約聖書と呼ばれるベートーベンのピアノソナタ作品を締めくくる深みのある重要な作品ばかりです。ぜひ気になる方は第31番、32番もお聴きください。さて、ここまで古典派三巨匠の作品を取り上げてきましたが、ロマン派以降にもピアノソナタの名曲が生まれています。まずはこちらの作品からご紹介しましょう。オーストリア出身の作曲家シューベルトのピアノソナタ第18番です。1826年に作曲されました。ファンタジーとか幻想ソナタという愛称で親しまれるシューベルトの傑作ソナタの一つです。出版した際に幻想曲というタイトルが付けられたため、今でもこの愛称で呼ばれています。ちなみにシューベルトの自筆譜には第4ソナタと書かれているそうです。シューベルト作品の発掘者でもあったシューマンはこの曲についてこう話しています。形式と精神に関して最も完全な作品です。そんなシューベルトの作品をもう一つご紹介しましょう。こちらの名曲です。シューベルト最後のピアノソナタ、ピアノソナタ第21番です。1828年に完成した作品で、シューベルトのソナタの最高傑作として名高い名作です。こんな風にも評されています。シューベルトのピアノ作品中、王冠のきらめいているのは何よりも遍路長調ソナタであり、ベートーベン以後に書かれた最も美しいソナタである。晩年のベートーベンが最後の3曲のピアノソナタを同時期に作曲していたのと同じように、シューベルトも最後のピアノソナタ3作品第19番、20番、21番を同じ年の同じ月に一気に書き上げました。そしてこの曲の完成から2ヶ月も経たないうちに、シューベルトは31歳の若さで亡くなってしまいます。シューベルトの生涯についてはこちらの動画、シューベルト生涯と名曲、歌曲王の短すぎる人生と代表作、大作曲家を濃厚解説をぜひご覧ください。続いて14曲目はこちらです。
ドイツ出身の作曲家シューマンのピアノソナタ第3番です。1835年から36年にかけて初稿が書かれ、1853年に改訂稿が作曲されました。今流れているこの第3楽章はクララ・ビークの主題による変奏曲とも言われます。クララ・ビークというのは素晴らしいピアニストで、後にシューマンの妻となる女性でした。この曲を作曲していた頃、シューマンはクララの父からクララとの交際を禁止されていました。クララへの思いが募ったシューマンがクララの主題を用いて作品を書いたとも言われています。ちなみにシューマンのピアノソナタは第2番もおすすめです。ぜひ聴いてみてください。続いて15曲目はこちらです。ポーランド出身の作曲家ショパンのピアノソナタ第2番早々です。1839年に完成しました。この曲の第3楽章は単独の作品として2年前の1837年に作曲されていました。そのタイトルが早々行進曲だったため、このピアノソナタも早々というタイトルで親しまれるようになりました。この曲はショパンの愛人サンドの故郷ノアンの別荘で作曲したものです。体が弱く結核を患っていたショパンはパリを離れ療養生活をしていました。このノアンはショパンにとっては居心地が良く、創作活動の力になったと言われています。この年の滞在をきっかけに、その後もショパンは毎年ノアンで作曲に励むことになります。続いてはショパンがノアンで作曲したもう一つのピアノソナタです。ショパンのピアノソナタ第3番です。1844年に完成しました。前作の第2番から比べても一段と規模の大きい作品になりました。この年にはショパンは父を亡くしていて、さらには自分の健康状態も悪化していました。高齢のノアンで療養している中で少しずつ回復してきたため、この曲も書き上げることができたそうです。しかしこの3年後に愛人のサンドとも別れ、ノアンにも行かなくなり、その2年後39歳の若さで亡くなりました。ショパンの生涯についてはこちらの動画、ショパン生涯と名曲、有名曲だらけ、時代と病に翻弄された天才の人生を厳選解説をご覧ください。続く17曲目はこちらです。当時のオーストリア帝国内ハンガリー王国出身の作曲家リストのピアノソナタロタン調です。1853年に完成されたと言われています。リストはこの頃表題音楽と呼ばれる詩的文学的内容を音楽で表すことを提唱していました。しかしこのピアノソナタというジャンルは基本的にはこの対極にある表題を持たない音楽の代表例でもあります。
しかも古典派の時代に流行していて、この後期ロマン派になってからはあまり活発ではなくなっていたピアノソナタというジャンルの曲をリストが手掛けるということ自体がとても珍しいものでした。この作品をワーグナーはこう絶賛しています。美しく偉大、真面目で気高く荘厳だ。さて、これと同じ1853年に完成したこちらの名曲もお聴きいただきましょう。ドイツ出身の作曲家ブラームスのピアノソナタ第3番です。ブラームスはリストの対極にいたような人物でした。リストの表題音楽に対し絶対音楽という、音楽はただ音楽であり音楽以外の何かを表すものではないという考え方を提唱していた一人だったのです。くしくもそんな2人が同じ年にピアノソナタの名曲を完成させているんです。このピアノソナタ第3番は5楽章からなる大きな作品ですが、一部の楽章を取り出して単独で演奏されることもあります。当時の公開初演でも全楽章を通してではなく、第2楽章と3楽章だけを取り出して演奏されました。この時演奏したのはシューマンの妻クララです。さて、次に紹介するのは時代をぐっと進めて1897年に完成したこちらの作品です。ロシア出身の作曲家スクリャービンのピアノソナタ第2番幻想ソナタです。幻想ソナタという愛称はこれまで紹介したように第三者がつけた愛称ではなく、スクリャービン自身がつけたタイトルです。2楽章構成で演奏時間も10分ちょっとという非常に短い作品です。スクリャービンはロシアの巨匠ラフマニノフのモスクワ音楽院時代の同級生でした。手の大きなラフマニノフが超絶技巧の難曲を軽々と弾きこなしていたのに対し、スクリャービンの手はとても小さなものでした。それでも猛特訓を繰り返し、右手首を故障しながらも実力をつけ、卒業時にはラフマニノフが大金メダル、スクリャービンが小金メダルを獲得したのです。スクリャービンは音楽院卒業後にもまた右手を故障しますが、なんとか回復し、ピアニストの妻と共に国外で演奏旅行をしていました。この曲はその旅行中に訪れた国会の印象をもとに作曲されました。実はこの曲、以前はそれほど有名な作品ではありませんでした。しかし近年この美しさが再評価されていて、演奏や録音の機会も増えている、いわば新しい定番の名曲になっているんです。ちなみにスクリャービンのソナタは第3番や第7番の白ミサも有名です。ぜひ聴いてみてください。さて、最後の20曲目はそんなスクリャービンと音楽院時代双璧を成したラフマニノフのこちらのソナタです。ロシア出身の作曲家ラフマニノフのピアノソナタ第2番です。
1913年に初稿を作曲し、1931年に海底稿を作曲しました。初稿作曲の1913年はラフマニノフが40歳になる年でした。この年ラフマニノフはイタリア・ローマで亡きチャイコフスキーがたびたび使ったという家を借り、朝から晩まで作曲に明け暮れていました。その時にこのピアノソナタの大部分を完成させたと言われています。ラフマニノフはこの曲をロシアで演奏し続けていましたが、評判は今一つでした。そこでラフマニノフはロシアを離れアメリカに渡った後の1931年に改訂版を発表しました。現在演奏されているのはこの改訂版のことが多いようです。ちなみにラフマニノフがロシアを離れることになった経緯についてはこちらの動画、ラフマニノフ生涯と名曲にまとめていますのでぜひご覧ください。ここまで代表的な20曲を紹介してきましたがいかがでしたか？今日の動画をお楽しみいただけた方はぜひグッドボタンを押してください。ピアノソナタの名曲はこれ以外にもまだたくさんあります。今回著作権の都合で紹介できていない作品の中にもプロコフィエフやアイブスなどピアノソナタの名曲はたくさんあります。ぜひ皆さんがこれも定番と思われるピアノソナタがありましたらコメントで教えてください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに毎週金曜の夜8時クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団演奏家の紹介や有名曲の解説などを配信しています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！